はようございます。ケンです。前回の動画では4月のまとめをお届けしました。今回はその流れから2025年第2四半期、つまりこれから5月、6月にかけてテスラにどんな未来が待っているのか、じっくりと整理していきたいと思います。4月のテスラはまさに試練と進化が同時に押し寄せた激動の1ヶ月となりました。納車台数の減少、株価の乱高下といった不安要素がありながらも、ロボタクシー革命の始動、エネルギー事業の拡大、そして FST の世界展開など、未来に向けた確かな動きも見え始めています。そして今、テスラはさらなる変革に向けて動き出しています。ロボタクシーの商用運行の本格スタート、新車種の発表、オプティマスの生産開始など、これから起きる可能性がある7つの大きな変化を今日は見ていきたいと思います。短期的な数字だけにとらわれずに、中長期でテスラの未来を一緒に見通していきましょう。それでは早速本編に入っていきたいと思います。最初に紹介するのは、ロボタクシーのプロジェクトロデオの正式運行の開始です。テスラはテキサス州オースティンを拠点にロボタクシーの商用運行に向けた大規模なプロジェクトを進めています。このプロジェクトロデオでは、まず300人規模の社員ドライバーが投入され、6月から本格的なテスト運行がスタートする予定です。すでにテスラは運転席にステアリングもペダルもない専用設計のロボタクシーサイバーキャブの準備も進めています。6月は既存のモデル Y などを使っての運行になると思いますが、サイバーキャブを使った実証運行というのも年内に始まっていくんではないかなと予想されていて、年内に限定エリアでの商用サービスっていうのももしかしたらあるかもしれないなと思っております。今後ロボタクシー市場は巨大な成長が見込まれています。プロジェクトロデオの進展はテスラの未来戦略の中でも特に重要な一歩になると言えるのではないでしょうか。次に注目するポイントは FSD、つまり完全自動運転機能の世界展開が加速しているという点です。これまで FSD はアメリカ市場を中心に展開されてきましたが、ついにヨーロッパでも4月から本格的な動きが始まりました。ノルウェーではテスラが公道での FSD テスト走行を正式に承認され、実際に走行テストがスタートしています。ヨーロッパ市場は規制が非常に厳しいことで知られています。そんな中で FSD の公道テストが認められたということは、今後他のヨーロッパ諸国への展開が現実味を帯びてきたということを意味しています。中国市場でも FSD 展開に向けた動きが強まっていて、もしこれらが順調に進めば FSD のグローバル展開が一気に加速する可能性があります。これはテスラが単なる EV メーカーから自動運転を軸にしたテクノロジー企業へと進化していくことを示す大きな一歩だと言えるのではないでしょうか。これを踏まえて5月、6月で新しくどこの国で FSD の取り組みが出てくるのか、これがポイントになってくると思います。次はテスラのエネルギー事業、特にメガパックの急拡大について見ていきます。テスラはこれまで電気自動車メーカーというイメージが強かったかもしれません。しかし今、エネルギー分野でも着実に存在感を高めています。4月には中国でメガパック工場が本格的に稼働を開始しました。これによりメガパックの供給体制が大幅に強化され、世界各地への出荷スピードが加速しています。メガパックは大規模な蓄電システムとして電力需要の安定化に大きく貢献しています。今後再生可能エネルギーの普及に向けたインフラとしてさらに需要が拡大していくことが予想されます。テスラが EV だけではなくエネルギー事業でも確実にポジションを築き始めているということは長期的な成長ストーリーにおいて非常に重要な要素になりそうです。5月と6月とで世界で大型案件が決まっていければ Q2 でのさらなるエネルギー事業の収益っていうのが期待できるのではないかと思います。次に注目はインドでのテスラの参入です。先日テスラは2016年にインド市場向けにモデル3の予約受付を開始していましたが、長らくは納車は実現していませんでした。しかし今年に入って当時支払われた予約金の返金手続きがスタートしたことが明らかになっています。この動きっていうのは
単なるキャンセルではなく、新たな市場戦略への布石と見られています。実際にインド政府との間で EV 輸入関税の引き下げに向けた交渉も進行していて、テスラはインド市場参入への本格的な準備段階に入ったと考えられます。インドは世界第3位の自動車市場であり、今後 EV 化が急速に進むと予想されています。テスラがここでしっかりと足場を築ければ、中長期の成長ストーリーに大きな追い風となっていくでしょう。注目は Q2 の間にインドで具体的な発売などがあるかどうか、さすがに Q2 の間に実際の販売が始まるのは厳しいかなと思っていますが、インドでの発売、そしてインドで工場が作られるのか、ここもポイントになってきそうです。では続いて紹介するのはテスラによる新車種の発表の予定についてです。テスラは2025年の第一四半期の決算発表の中で、イーロン・マスクさんが2025年前半に新車種を発表すると明言しました。僕は前半と言っているので、6月までが前半なので、5月あたりに何かしら発表があってもおかしくないと思っています。また、決算時には新車種をいくつかと言われていました。なので、単なる1モデルの発表だけではなく、複数の新型車が一度に公開される可能性も十分にあるんではないかなと思っています。特に低価格帯の新型 EV になってくると思いますので、価格帯、そしてデザインに機能が要注目となっております。そしてこの新車種が発表されれば、テスラの成長ストーリーに新たな章が加わることになると思います。価格帯の広がりだけではなく、モデルデザインにおいてもターゲット市場の拡大につながる可能性があり、中長期の業績にも大きなインパクトを与えるかもしれません。この発表がいつ、どのような形で行われるのか非常に楽しみなところとなっております。予想としては株主総会あたりではないかなと思っていますけれども、皆さんはどう思いますか？先日モデル Y の廉価版の話もありましたが、あれが新車種となるかどうかっていうところも気になるところじゃないかなと思います。次はオプティマスです。つまりテスラの人型ロボットに関する動きです。イーロン・マスクさんは2025年末までに数千体規模のオプティマスの生産を目指すと発言されています。これを踏まえると、年末の大量生産に向けて早ければ第2四半期中、つまり5月から6月の間にテスラ工場内で初期生産がスタートする可能性が高いと考えられます。もしオプティマスの初期モデルが生産され、テスラの工場の業務に実際に導入されれば、単なるコンセプトモデルではなく、実用化に向けた具体的な第一歩として世界中から注目を集めることになるでしょう。テスラが単なる自動車メーカーを超え、ロボティクス企業へと進化していく姿がいよいよ現実のものになろうとしています。では、これまでの内容を踏まえて、最後にテスラ株と市場全体の期待回復シナリオについて考えていきたいと思います。4月の時点では、納車台数の減少や短期的な株価の乱高下など不安材料も目立っていました。しかし、テスラはすでに次の成長に向けた布石を着実に打っています。ロボタクシーの商用運行開始に向けたプロジェクトロデオ、完全自動運転 FSD の世界展開の拡大、急成長を続けるエネルギー事業、そして人型ロボットのオプティマスの生産開始、これらはすべてテスラが単なる電気自動車メーカーからテクノロジーとエネルギー、そしてロボティクスの企業へと進化していくことを示す材料と言えます。短期的な数字だけを見てテスラを評価するのではなく、これから本格的に動き出す中長期の成長ストーリーに目を向けることが今後ますます重要になってきます。もちろん課題もたくさんあります。しかし課題は克服していけばいいわけです。テスラはこれまでもたくさんの課題を乗り越えてきましたし、きっと今の課題も乗り越えてくれるんではないかなと思います。はい。ということで、ここまで2025年第2四半期の5月と6月にテスラに期待できる7つの動きについて紹介してきました。短期的には不安定な要素もありますけれども、テスラは着実に次の成長に向けた準備を進めています。ロボタクシーの実証運行、FST の世界展開、エネルギー事業の拡大、そしてロボティクス分野への本格進出、一つ一つの動きが
これからのテスラの未来を大きく形作っていくことになります。これから起こる変化っていうのをただのニュースとして受け止めるのではなく、テスラが描く長期的なビジョンの一部としてしっかりと捉えていきたいと思います。5月と6月、そして第2四半期はテスラにとって次のステージへと向かうための重要な時間になりそうです。これからも一緒にテスラの未来を追いかけていきましょう。はい、ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。昨日の動画の中で4月の流れを見ていき、新車種も発表だけではなく具体的な発売っていうのもしてほしいなと思います。このあたりを中心に見ていけば株価の動向っていうのも見えてくるんじゃないかなと思いますけれども、皆さんはどう思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。明日の動画では2025年末までの展開っていうのを見ていきたいなと思っていますので、ぜひ明日もご覧ください。ということで皆さん今日も素敵な一日をお過ごしになられてください。ではまた。